お母さんが倒れました。その電話は、あなたが仕事で忙しい平日の昼間にかかってくるかもしれません。あるいは、家族団らんで過ごしている。クリスマスの夜かもしれません。介護はある日、突然始まります。心の準備も、お金の準備も待ってはくれません。50代の皆さん、ご自身の老後資金の計算はしていても、親の介護費用が家計に与えるインパクトを、リアルにシミュレーションしたことはありますか？親の年金でなんとかなるだろう。足りなかったら、自分の新NISAを取り崩せばいい。もし、そんな風に軽く考えているとしたら、それは、あなたの老後計画を根底から覆す、時限爆弾になりかねません。今日は、感情論や精神論ではなく、あくまで家計を守るという視点から、親の介護リスクにどう備えるか、そして、投資よりも先に用意すべき、介護クッションという、最強の守りについてお話しします。これは、親のためであると同時に、何よりあなた自身の未来を守るための授業です。こんにちは。お金と自由の航路へようこそ。では、本題に入りましょう。まず、なぜ50代にとって、親の介護がこれほど大きな経済的リスクになるのか。その本質は金額ではありません。不確実性です。教育費なら大学卒業まであと4年とゴールが見えます。住宅ローンならあと10年で完済と計算できます。しかし、介護には終わりが見えません。3年で終わるかもしれないし、10年、15年と続くかもしれない。この期間が読めないというのが、資産運用において最も恐ろしいことなんです。ここで、よくある失敗パターンをシミュレーションしてみましょう。あなたが50代半ば、新NISAで順調に資産を増やしているとします。そこに突然、親の介護が必要になりました。施設に入居する場合、初期費用で数十万円、月額で15万20万円かかることもあります。親の年金だけでは月5万円足りません。あなたが毎月5万円、補填することになりました。月5万円くらいなら、投資の利益で払えるだろう。そう思った矢先、世界的な不況で株価が大暴落しました。あなたの資産は 30% 減っています。しかし、介護費用は待ってくれません。毎月毎月、確実に請求が来ます。あなたは、暴落して価値が下がった投資信託を、毎月5万円分ずつ、泣く泣く売却し続けることになります。これは身を削る行為です。資産が増えるスピードよりも、減るスピードの方が速くなり、気づいた時には、あなた自身の老後資金まで枯渇していた。これが介護破産の典型的な入り口です。介護という不確実な出費を、投資という不確実な財布で払おうとすること。これが最大の間違いなんです。では、どうすればいいのか。答えはシンプルです。不確実なリスクには、確実な資産で対抗するしかありません。それが介護クッションです。介護クッションとは、自分の生活防衛資金とは別に、親の介護の初期対応のために確保しておく現金のことです。具体的には、親の預貯金、プラス自分の手出し限界額、この合計額を把握し、確保しておくことです。自分のお金も出すの？と思うかもしれませんが、あくまでつなぎ資金です。親の口座が凍結されたり、急な入院費が必要になった時に、あなたがパニックにならずに動けるための手元資金です。では、具体的に今日から何をすればいいのか。50代が今すぐやるべき、介護クッションを作る3つのステップを紹介します。特別な知識はいりません。ただ動くか、動かないかだけです。ステップ1、毎月の見えない固定費をあぶり出す。まず、自分の家計を見直します。介護が始まったら、あなたの収入は減る可能性があります。時短勤務になったり、残業ができなくなったりするため、今の生活費の中で、削れる固定費はありませんか？サブスク、保険、通信費。これらを整理して、家計をスリム化してください。これが、介護が始まった時の持久力になります。
ステップ2、現金クッションの目標額を決める。目安として、100万円に100万円程度の現金を、投資には回さず、いつでも引き出せる銀行口座に確保してください。そんな大金、寝かせておくのはもったいない。S&P500 に入れたい。その気持ちは痛いほどわかります。でも、この現金は、利益を生まないお金ではありません。いざという時に、投資資産を売らなくて済むための保険なのです。このクッションがあれば、暴落時に介護費用が発生しても、株を売らずに現金で対応できます。相場が回復するのを待つ余裕が生まれます。ステップ3、帰省した時に親と3分だけ話す。これが一番ハードルが高いかもしれませんが、一番重要です。年末年始やお盆に帰省した時、深刻な顔で会議をする必要はありません。ご飯を食べている時にさらっと聞いてください。もし何かあったら、通帳とか印鑑ってどこにあるの？延命治療とかどう考えてる？この場所と意思を確認するだけでいいんです。金額まで聞けなくても構いません。いきなりお金の話をすると警戒されることもあります。親の資産状況がブラックボックス。これが、いざという時に一番パニックになる原因です。手がかりさえあれば、対策は打てます。いかがでしたでしょうか？介護は、精神的にも肉体的にも、本当に大変な試練です。だからこそ、せめてお金の不安だけは、先に取り除いておきたいんです。投資で増やすのは素晴らしいことです。でも、50代の投資は、守りが固まっていて初めて成り立ちます。足元の介護クッションがないまま、投資のリターンを追い求めるのは、ブレーキの壊れた車で高速道路を走るようなものです。今日からの一手。まずは、ご自身の銀行口座の残高を確認してください。生活費の6ヶ月分に加えて、もしもの時の介護予備費、100万程度はありますか？もし足りなければ、次のボーナスや、毎月の積立額を調整して、まずは現金のダムを満タンにしてください。投資信託を買うのは、その後でも遅くはありません。順番を変えるだけで、あなたの人生の安全性は劇的に高まります。最後に、重要なお伝えです。介護保険制度やサービスは、非常に複雑です。いざ介護が必要になったら、自分だけで抱え込ます。必ず地域包括支援センターやケアマネージャーといったプロを頼ってください。お金の準備はあなたができますが、ケアの実務はプロに任せる。それが共倒れしないための鉄則です。今日の動画があなたとご家族を守るための小さなきっかけになれば幸いです。役に立ったと思ったら、いいねボタンで教えてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。